はい、皆さんこんにちは。今回も5日間の献立、1週間献立作りたいと思います。今までね、1日の献立、3日間の献立いろいろやってきたんですが、どれが良かったかみたいなのもコメントでもらえると励みになりますので、ぜひ教えてください。じゃあ今週の料理ご紹介します。月曜日、鶏肉とピーマンのカシューナッツ炒め、そして市販の餃子で作ります中華かきたまスープ。火曜日、丁寧に作る肉野菜炒め、そして副菜、ふろふき大根のとろりかつおあんです。週の半ば水曜日、豚肉とナスの甘味噌炒め、そして副菜は白菜とかにたまの豆腐のとろりあん。続いて木曜日、鶏胸とアボカドでエスニックサラダ飯、そして副菜、エビとブロッコリーのガーリックバター炒めです。はい、そして1週間お疲れ様でした。主菜はタラとアサリのアクアパッツァ、そして副菜、パプリカともやしの和風和えです。では行ってみましょう。はい、じゃあ今日も行きましょう。じゃあピーマン切ってきます。ピーマンね、はい、種除いていきましょう。ね、中ね、食べてもいいんですけど、ちょっと炒め物するんだったらね、除いた方がいいかな。はい、ここね、一つ切り込み入れてあげると、あとね、こう可食部取れますからね。中掃除したら一口サイズに切りましょう。中華炒め僕よく作りますけど、ピーマンね、美味しいんで入れてください。やっぱ相性いいよね、ピーマンの中華と。赤も同じぐらいのサイズに切っていく。ちょっとね、入れるだけで色アクセントつくからね。玉ねぎも切ります。玉ねぎね、半分にして、4等分しようか。4等分にして、それを半分。このくらいのサイズ感に切りました。大体ね、こう、ピーマンとサイズ感合わせた方がいいですね、こうやってね。大体ね、こう一緒でしょうと。生姜、みじん切りしていきます。これね、副菜でもね、スープでも使えます。なので、一緒にやっちゃいましょう。薄くね、スライスしたら縦に切って、で、そしてさらに横に切って、みじん切りしていきます。続いて、ニンニクもみじん切りしていきます。長ネギみじん切りしていきます。ちょっとね、粗めで大丈夫です。青ネギは小口切りにします。よいしょ。はい、では続いてお肉に下味をしてまいります。はい、塩コショウね、塩コショウ揉んであげて、もう一回ぐらいしていきましょうね。で、なじませておきましょう。続いて調味料を入れていきます。お酒、お醤油。はい、ここでね、しっかりお肉の方にも下味をつけておきます。香りを含ませておきましょう。はい、こちらで準備 OK でございます。はい、そしたらね、まずは汁物から仕掛けましょう。取っといてもね、美味しく仕上がるんでね、こういうのは先に仕掛けちゃう。生姜たっぷり。寒いからね、ぜひね、温まるスープ楽しんでください。先にね、生姜と長ネギ炒めていきます。さっと炒めましょう。火加減は焦がさないで中火で。そしたらそこに人参をね、こうさっと炒めます。でここで目的はね、火を通すことではなくて、人参にね、ちょっと油をまとわせるのが目的なので、この程度で OK。はい、そしたらね、こっちに入れます。じゃん。その中に一緒にこう鶏ガラスープ、お醤油入れてよく混ぜます。あとは置いておくだけでね、できますので、火加減だけ注意して弱火で隣に動かして、こちらメイン仕上げていきましょう。スープは弱火でじっくりと。まずはにんにく生姜炒めましょう。と生姜炒めるときはね、お伝えしてますが、弱火でお願いします。強めだとね、結構焦げます。焦げるとね、美味しくなくなっちゃうんでね、丁寧に炒めましょう。そしたらお肉加えていきます。はい、皮目下、ナッツ先に炒めます。別で辛入りしてもいいんですけど、このタイミングだったらね、あんまり辛いとあんま変わんないので、さっと炒めましょう。そしたらね、こちらスープの方にも入れていきましょう。餃子、これ市販の餃子使ってます。超簡単ね。もちろんね、自分で作ったやつがあったらそのまま入れてもいいですし、簡単に美味しいスープを作りましょう。ということで、温め始めました。おそらく浮いてくるんで、そしたらとろみつけて完成です。
じゃあその間にこっちの方仕上げましょう。ナッツを炒まり始めたので野菜入れます。はい、このまま加熱していきます。はい、そしたら調味料入れていきます。醤油、オイスター、鶏ガラとお酒。もしね、お酒ね、紹興酒あれば紹興酒入れるとより本格的になります。はい、じゃあ調味料加えていきましょう。全体をね、さっと炒め合わせていきます。全体に味が絡んだので、こちらは完成。じゃあスープ最後仕上げたいと思います。まずは水溶き片栗粉を入れます。でとろみつけましょう。混ぜながらね、火消してます。とろみつきました。そしたら卵溶く。真ん中開けてもらって回し入れる。でちょっと火つけます。弱火で置いとくとね、卵がふわっと浮いてきます。ここでね、混ぜるとかきたま卵スープってなっちゃうんですけど、動かさないでおく。そうすると卵がちゃんと固形でポッと上がってきますね。そしたら具として食べれます。はい、そしたら塩、胡椒で最終的な味整えて、でお好みでラー油かけちゃいましょう。ネギ散らして、ほい、一回ししたら完成。こちらで主菜副菜出来上がりです。はい、じゃあまず材料から切っていきたいと思います。今回ね、大根の調理時間が結構時間かかります。なので大根先にかけちゃいたいと思います。まず皮をむきましょう。大根輪切りにします。でちょっとね、分厚すぎると料理大変なので 1.5 センチぐらい幅へ切ってます。はい、こんな感じ。ほんで十字に切れ込み入れます。今回皮ピーラーで剥いたんですけど、大根ね、外の皮結構厚いんですよ。なのでこう一周ね、ぐるーっと剥いてあげた方が今回の料理は美味しくね、召し上がれるかと思うんですが、まあちょっとね、この辺もったいないからね、これ野菜炒め入れちゃいましょう。大根ね、ラップして加熱していきます。ちょっとね、時間かかるので時短しましょう。600ワットでだいたい6分から7分ぐらい加熱したいと思います。はい、そしたら野菜切っていきます。はい、野菜炒めなんでね、そんなに気にせず切っていってください。葉の部分はざく切りで、ちょっと芯の部分はね、気持ち細く切ってあげましょう。続いてピーマン。ピーマンも種を除いて1センチ幅に切っていきます。そのまま横にして切っていきましょう。玉ねぎはくし切りにしていきます。はい、続いて人参。続いてニンニクです。ニンニクね、両サイド落としてグッと潰します。で、芯除いてください。真ん中のところね、芯除きました。そしたら青ネギ小口切りにしていきます。そしたら豚肉ね、3、4センチ幅ぐらいかな、ザクザクと切っています。じゃあまずお酒でお塩。野菜炒めはね、僕ホワイトペッパーをおすすめしてます。ブラックペッパーよりホワイトペッパーのが好きかな。割としっかりめ。下処理。これで以上かな。そしたらじゃあフライパンで調理入っていきましょう。大根から煮ていきましょう。家電の鍋ね、フライパン何でも良いです。入れて、でその中にね、レンチンした大根を入れていきます。今出ました。そしたらね、顆粒の出汁入れます。煮ていきます。時間があればこのまま切ったそのまま入れて、30分ぐらいかな、グツ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 弱火でやっててもいいんですが、なかなかねちょっと時間もあるので短縮ってことで電子レンジでチンをしました。このままちょっとね煮ていきましょう。炒めましょう。野菜炒めね、ごま油、まずニンニクの香り出しからしていきます。丁寧に炒めます。丁寧に炒めるとね、ニンニクの旨味がギューッと油に移って野菜炒め全体が美味しさがね、こう3割増しぐらい変わりますので、サラダ油でもねもちろんいいんですが、ちょっと香ばしさ楽しんでほしいのでごま油でやってます。ごま油、ニンニクの香りが立ってきました。タイ野菜から炒めていきましょう。人参、ちょっと時間かかりそうだね。玉ねぎも入れちゃおうか。で大根のね、先ほど皮の部分もね入れちゃいましょう。これ炒めていきます。
はい、そしたらね、野菜に火入ったので、キャベツとピーマン入れましょう。で、ちょっとさらに炒めます。キャベツはね、少ししんなりしてきました。そしたらもやし入れる。もやしはもうほんとさっとでいいよ。後でちょっとね、さらに追加炒めするんで、全体がちょっと馴染むぐらい。もやしがちょっとしんなりしてきたかなぐらいですかね。ほんとこれぐらい大丈夫です。そしたら一回出します。じゃあ、野菜炒め作るときにお肉と野菜ちょっとめんどくさいので別々で作ると美味しく仕上がります。両方ともね、一緒のフライパンでやっちゃうと肉が硬くなっちゃったり、野菜がもうしなしなで食感なくなっちゃったりしますので、ぜひ別々で作ってみましょう。ということで次はお肉いきます。ごま油入れて豚肉焼いていきます。炒めるときはちょっとこうね、剥がしながらね、くっついてるんでね、ほぐしてほぐして、お肉もね、いい感じでございます。そしたらね、事前に調味料合わせていきましょう。お酒と鶏ガラ混ぜたものね、を用意してます。そこに野菜戻しましょう。はい、全体をよく混ぜて、そしたら調味料、ぐるっと回し入れて、あとは炒め合わせて完成です。ちょっと味見してみましょう。最後ね、塩、胡椒で味整えて完成。胡椒強めがおすすめです。これでもかってぐらいやりましょう。はい、こちらで野菜炒め完成。よいしょ。いいじゃないですか。こちらで野菜炒めは完成。そしたら大根ね、火入ってからチェックしてください。串がね、スッと入りました。なんでね、しっかり火入ってる証拠です。で、ちょっとこうね、串触ってみて熱いなって感じたら大丈夫。ちゃんと中まで火入ってます。そしたら一回これ取り出します。はい、そしたらね、鍋にお水入れてで温めます。そしたらね、鰹節入れます。パッと。はい、そしたらね、タレが温まったところで水溶き片栗粉、火消してますね、入れて、もう一回再加熱、とろみつけます。はい、そしたらとろみついた最後にね、このタレグッとかけましょう。美味しそう。最後おネギちゃんかけて完成。じゃあ材料から切っていきます。白菜ね、この外のね、側の部分の芯硬いので、芯だけちょっと避けときましょう。避けます。はい。内側はね、まあ大丈夫なので切ります。ザクザクと。はい、このね、芯の部分ね、葉の部分はちょっと落としちゃっていいので、落として避けといて、ここね、そぎ切りします。芯硬いんだけど、こういう風にね、薄くしてあげると火通りが良くなるし、食べやすくなりますね。はい、続きましてナス、主菜ね、主菜のナスです。半分に切って、さらに半分と。麻婆ナスみたいなイメージね。8等分にしたら、それをさらに半分。はい、ドン。じゃあカニカマ、手で裂きます。はい。はい、豚肉は塩コショウをしましょう。そしてお酒で置いていきます。これで準備 OK。 そしたら火元に移動します。はい、そしたらごま油入れます。白菜炒めましょう。さっとね炒まったらお水200、醤油、そして鶏ガラ入れて、このままね弱火ぐらいで火を入れていきましょう。でね、後ほどねカニカマと豆腐入れてとろみつけます。隣でね豚肉とナス炒めてる間にゆっくり火入れていきます。火加減は中火。フライパン動かします。ほい、蓋します。じゃん。よし。はい、そしたらねごま油入れて、次にナスからいこうかな。ナスから炒めていきます。
ナスに火が入りました。そしたら豚肉入れます。炒めましょう。はい、そしたらね、調味料を混ぜましょう。味噌、酒、砂糖、醤油。で、よく溶いておきます。味噌系の調味料をね、事前に合わせておくことをおすすめします。結構ね、ダマになって溶けないみたいなことがね、起こりますんで、味噌はこうやって事前に溶いておく。はい、そしたら調味料加えます。あとは炒め合わせる。よし、おいしそうよし。はい、こちらでもうね、男の子大好きよ。お肉たっぷり今日はね。おいしい。じゃあ盛り付けよう。はい、そしたらね、白菜がいい感じでクタクタになりました。そしたら煮かま足します。豆腐ね、豆腐もスプーンで入れていきます。どんどんね。ほい。で、全体をなじませて、ちょっと塩で味整えます。味整えたら、はい、そして火を止めてからぐるっと回し入れて、全体なじんだら再加熱。そしたら胡椒、ごま油、さっと香りを足したらこちらも完成。盛り付けましょう。美味しそう。なんか冬っぽいね。温かい優しい味で。よいしょ。ほい、こちらで1つ目あんかけ。そして炒め物盛り付けます。炒め物も完成でございます。これもご飯進むわ。ほい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 。ナス炒め完成。どんどん切っていきます。野菜は今回ね、サラダ飯っていう感じで、ご飯にいろんな野菜乗っけて、お肉もね、鶏胸焼いたやつ乗っけて食べましょうみたいなものです。なので食べやすいようにね、割とこう角切りとかね、スプーンで拾いやすいサイズに切ってもらえるといいのかなと思います。ちょっと大きめに角切りにします。葉物はね、ちぎります。食べやすいサイズにちぎる。トマト半分に切ります。半分。はい、続いてブロッコリーです。はい、ブロッコリー大きいので切っていきましょう。はい、そしたらニンニクみじん切りにします。で、みじん切りしましょう。そしてじゃあお肉切っていきます。お肉皮剥いちゃおうかな。皮はね、余ったりするので、結構ね、脂がね、しっかり出て、旨味出るんで、スープとかに入れてもいいんじゃないでしょうか。はい、ちょっとこの辺落として。はい、そしたら、肉を3つにばらして、薄くそぎ切りしていきます。切る向きね、ぜひ皆さんこれ合わせてみてくださいね。そうするとね、柔らかく食べれます。繊維に立つように切っていきます。そしたら、塩、コショウ。でお酒振っていきます。こちらで準備バッチリ。調理していきます。まずはレンチンからいきましょう。ブロッコリー600ワットで2分加熱します。そしたら600ワットでポリ袋に鶏肉加えて粉漬けしていきます。そしたら振ります。全体にできます。フライパンにオリーブオイル、粉漬けした鶏肉焼いていきます。そしたらね、広げていきましょう。このまま両面しっかり色つくまで焼いていきます。ちょっと火を弱めてフライパン揺らしましょう。この加熱していきます。はい、そしたらね、バター入れてバターで炒めていきます。ニンニク加えます。ニンニクね。で、少しね、炒めてるとニンニクのね、いい香りがしてきます。火加減は中火。そしたらエビ入れましょう。エビはね、今回むきエビ使ってます。はい。はい、そしたらね、ここにブロッコリー加えていきましょう。ブロッコリーね、水分出てます。水分は入れないようにブロッコリーだけ入れてください。さらに炒めていきます。塩、軽くね、味整えてあげて、で、ミニトマト加えます。そしたらこっちで全体的に炒まってきたところで
めんつゆを回し入れる。香りをつけるね。全体にね、サッサッサッと炒めて、軽く味見。おいしい。バッチリ。主菜側もね、仕上げていきましょう。いい感じにね、両面焼き色つきました。そしたら、アボカドをスプーンでぐっと入れます。アボカドね、なかなか炒めることないと思うんですが、美味しい店は炒めるとね、全然売れてないアボカド買っちゃって、硬いみたいな時は炒めると美味しく食べれます。調味料合わせます。醤油、ナンプラー、お砂糖、レモン汁。エスニックの基本はしょっぱい、甘い、酸っぱい。あと今回なんですけど辛み。これバランスをね、上手にコントロールしてあげると美味しいエスニック料理が作れます。はい、そしたら入れます。調味料をギュッとさっと炒め合わせて完成。美味しそうですね。はい、そしたら先ほど作りましたこちらをね、盛り付けます。野菜はね、いろいろ添えました。レタス切ったし、パクチーもね、添えました。でミニトマトを置いて、こういうこちらで完成。ボリュームたっぷりだけどヘルシー。サラダご飯です。こちらも盛り付けます。エビちゃんね、美味しそう。いいね、副菜、ナイス副菜でございます。お酒進みそうだね。ちょっと赤入れることでやっぱね、色が映えますね。おい、こちらで完成。金曜日いきたいと思います。ニンニクは潰します。で、両サイド落としてあげて潰します。グッと。で、芯だけ除きましょう。芯ね。芯は除いて。で、続いて副菜の方、赤パプリカ薄くスライスしていきます。なのでここスライス。はい。そしたら薄くスライスします。この後ね、もやしと合わせて、めんつゆで和え物を作るんですけど、もやしがね、細いから、それに合わせて細く切りましょう。はい、そしたらたらね、独特の臭みあるからね、塩しっかりしましょう。下味つけて、はい、反対側もね、ちょっとこう、魚のね、こう、タイ独特の臭みみたいなのが、塩のね、振ったことによって出てきます。そしてお酒。それさらに臭みマスキングしておきましょう。こちらでちょっと置いておきます。はい、はい、そしたらボウルにもやしとパプリカ入れてラップをして加熱していきます。600ワット3分加熱します。はい、そしたらフライパンにオリーブオイルでニンニク香り出ししていきましょう。はい、そしたらあさり入れましょう。あさり。たら入れます。そしたらお酒入れましょう。和風に仕上げます。お酒100入れました。ミニトマトも入れて、はい、蓋します。はい、で加熱していきましょう。中火。こちら副菜いっていきましょう。よいしょ。もうすごいシンプル。そしたらめんつゆ入れてぐるっと鰹節全部1個入れちゃおう。ポン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 と。あとはもうほんと和えるだけ。これでほんとね、超簡単副菜一品完成です。でね、ちょっとだけね、味見して塩コショウで味を整えましょう。あと塩。はい、こちら副菜一品完成です。はい、そしたらね、蓋を外したらね、いい感じに火が入ってました。でちょっとスープ味見してみましょう。美味しい。ちょっと塩だね。ちょい塩。まあ、あとはね、ブラックペッパー。ガリガリと。OK。味が整ったら、あとは盛り付けましょう。はい。いいですね。すごい簡単でいいよね。赤パッチャね。なんか、本格的に作ったらもっとすごい大変なんですけど、本当ね、酒蒸しのお湯でね、こうやって簡単に作るのいいんじゃないでしょうか。スープ、美味しいから忘れずにしっかりかけて、そしたら最後、イタリアンパセリ添えたら、あら、素敵。完成。じゃあ副菜もね、盛っちゃいましょう。はい、以上で今週の献立でした。ぜひいろいろ作ってみてください。ということでまたね、バイバイ。
いかがでしたでしょうか。皆さんの献立作りにね、ぜひ参考になれば嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。